いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、シャキシャキきんぴらごぼうやっていきます。ごぼうはユーラシア大陸原産キク科の植物です。中国では種などが漢方薬として使われ、ヨーロッパでは根を刻んでハーブとして使われます。食用とされるのは根っこの部分ですが、日常的にごぼうを食べる国はほぼ日本と韓国だけです。戦争中、日本人がアメリカの兵士にごぼう料理を食べさせ、戦後虐待行為として訴えられた実話もあるそうです。十分火を通せば柔らかく美味しいごぼうですが、他の国でごぼうを食べる人はとても貴重です。きんぴらとは千切りにした野菜を甘辛く炒めた日本料理です。きんぴらは日本の童話のヒーロー金太郎の息子の名前が由来だそうです。材料の説明をしていきます。まずですね、こちら洗いごぼうですね。今日は1本使います。で、人参です。人参はね、適量で、今日は約 30g ほど使います。で、こちらですね、鷹の爪、1本使います。で、ごま油ですね。で、お酒です。あと調味料ですね。合わせ調味料を作ります。砂糖 15g、濃い口醤油 20ml、みりん 20ml です。じゃあ作っていきます。ごぼうの方から処理していきます。いつもでしたらですね、ささがきごぼうって言ってですね、こういう感じでごぼうをね、やるんですけども、ごぼうにはですね、皮に栄養がね、すごくついてるので、僕はね、そのまま使います。で、今日の切り方なんですが、ささがきごぼうには先行にですね、縦に切ります。繊維をね、縦に切ることによってですね、シャキシャキになります。こうね、だいたい3分割しまして、これもね、こういう風にね、ちょっと縦に切ります。で、これをですね、また細く切ります。はい、こんな感じですね。なぜね、縦に切るかというとですね、繊維を潰さないように縦に切るとですね、炒めてもですね、ごぼうの方がですね、シャキシャキになります。なのでね、こういう感じで、今日は切っていきます。はい。じゃあね、全体的にね、全部切っていきます。すぐ水にさらしてね、アク抜きをとかって言われるんですけど、ごぼうの風味をね、飛ばしてしまいますので、家庭でしたらね、もう水にさらす参考にですね、もうそのまま、作ってもらってもね、結構だと思います。ではね、もう一本の方もね、やっていきます。はい、こういう感じでね、縦に切ります。はい、これでね、ごぼうの方が切れました。続いて、人参の方をね、処理していきます。じゃあ、人参が終わりました。続いてね、鷹の爪処理していきます。要は唐辛子なんですよ。ここをですね、カットして、ちぎってですね、中にね、種がね、めちゃくちゃ入ってます。こういう感じでね、種がいっぱい入ってます。で、この種を出してもらいまして、あとはね、輪切りにしていきます。今日はね、ちょっと大きいので、1本ほど入れます。こんな感じでね、処理ができました。
切り出しの方ができましたんでね、作っていきます。まずですね、ごま油、鍋の中に入れます。続いてね、ごぼうですね。はい。続いて人参を入れます。この時点で中火ぐらいですね。で、沸騰してきたら、ちょっと弱めに落とします。最初ね、よくごま油で炒めてですね、香りをね、よくつけた方がね、美味しくなりますんでね。で、あんまりですね、フライパンをこう、よくね、こういう風な感じでひっくり返しますけど、あれをやるとですね、なかなか火が通らないのでね、こう平たくですね、広げるような感じで、今ね、だんだん油がね、高温になってきて、プチプチ言ってきました。こんな感じにね、プチプチ言ってきたらですね、全体を混ぜるようにします。で、人参とごぼうにですね、油が行き届くようにね、します。ごま油のね、いい匂いがね、してきました。これぐらいになったらですね、ちょっと火をね、弱めにします。あんまり動かしすぎても火が入りにくいので、こうやってこう広げたらですね、ちょっと待ちます。で、またね、10秒ぐらいしたら混ぜるような感じですね。でね、根菜なんですけど、ちょっとだけね、水分が出てきます。なので、ごま油のね、パチパチっていう音が大きくなりますんでね、それが小さくなってき始めたら、中にね、火が入ってる、証拠になります。もうね、だいぶ柔らかくなってきますね。はい、音もね、小さくなってきたと思います。ポイントがあります。調味料を入れるときなんですが、必ずですね、火を止めてから入れてください。っていうのがですね、これ慣れてる人はいいんですけど、慣れてない方はですね、焦がしてしまいますので、火を止めてからね、まず砂糖いきます。はい、続いてお酒ですね。はい、みりんが入ります。最後にね、濃い口醤油が入ります。これで、今度はですね、強火じゃなくて弱火にします。はい、こんなにですね。これでゆっくり炒めてください。煮詰まってきたら完成です。もうね、すぐね、こう煮詰まってきますのでね。こんな感じにね、ドロドロになってき始めます。そうすると、全体的にね、タレがね、絡んできます。そうすると完成です。これね、繊維を縦に切ってますんで、本当にね、食感よくね、食べられますんでね。あともうちょっとですね。これでね、完成です。火を一回切ってもらって、鷹の爪をね、入れます。こういう風な感じで軽く混ぜてもらって、いい感じですね。ではね、盛り付けていきます。いい感じにね、なりました。あと、お好みでですね、いりごまとか、青のりとかですね、そういうのをかけてね、食べてもらっても、美味しく食べてもらえると思います。この切り方をするとですね、食感がね、ものすごくいいんでね、ぜひね、試してみてください。本日はですね、シャキシャキきんぴらごぼうを、ご紹介いたしました。今日はですね、食感の残る、きんぴらということでね、いろいろね、作り方はたくさんあると思いますが、ぜひね、一回試してみてください。励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また、メンバーシップも始まりました。そちらの方もよろしくお願いします。